よ。はい。ビュッと。ビババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアビバノノ。はい。藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分くらいから11時くらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと、かつお節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、チャット欄のまさるくん、グレーのぐーちゃん、三毛猫のたまちゃん、白黒のくーたくん、画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところにご紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことおすすめしております。はい。今日の話終わった。で、一日一個。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に Justice って言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。Justice。はい、にゃんこたち、Justice。今日も、塩入りのお湯でございます。昨日よりはちょっとは控えたから、まあまあ、まあまあ塩味のせいでございますな。でもやっぱりちょっと多かったかな。足さなきゃいいんだよな。足さないで作りゃいいのに、ついついなんかちょっと足りなかったかなと思って足しちゃうんだよね。それが余分なんだよな。相変わらず学習専門よな。カニタさん、ジャスティス、ありがとうございます。牛乳かなてったまさん、麦茶でジャスティス。てったまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ピョンさん、ジャスティス、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。たまちゃんかな。たまちゃん、おしっこ、ちゃんと上手にできるかな。今日はおとなしく入ったな。いつも
おしっこまでの間が大騒ぎなんだけど、今日はおとなしく入ったな。で、今日は火曜日。今日は火曜日。ね。で、天気予報は暖かくなる予報だったので、今日は朝は梅園に行こうかっていうつもりでいたけれども、なんとなく今日はお出かけモードではなかったので、結局作ったふにいたふにゃたの写真を撮って編集してアップするっていう作業で、日がない一日終わりましたみたいな、そんな一日でしたかね。で、あと、あれだ、ガーデニングをやったのかな。パッションフルーツのね、グリーンカーテンをさ、去年の夏やったんだけれども、これがね、時計草ね、何月だっけ最初咲いたのって、6月ぐらいだったっけな。で、2ヶ月ぐらいでね、完熟して実が落ちるみたいな感じだったと思うんだよ。でね、それは最初は良かったんだけど、で、また10月にも花が咲くって話で、マジかなって思ってさ、片付けないでおいたわけよね。でね、本当に咲いたのにね、9月の末にさ、よう咲いたぞと思って。で、それもね、受粉させて実ができたんでさ、で、まあ2ヶ月後ぐらいに収穫かと思って、そしたら12月ぐらいかと思ってさ、で、ね、収穫を待ってから撤去すっかと思ったけど、まあ寒くなっちゃってな。ちょっとね、今更撤去の作業もしんどいな。しかし、実が全然赤くならない。全然赤くなんないんだよね。なんか赤くなってきそうな気配だけど、そこでストップしちゃっててさ。でも2月じゃんみたいな感じだから、何ヶ月よ。4ヶ月以上ずーっとくっついてんだよね。でさ、これ何もならないなぁなんてふうに思って、で、今日は火曜日だから一応農協行ったのか。で、農協行って、まあ、なんか、見た目的にはいろいろね、並んでそうな感じなんだけど、レモンと、あと、辛い大根のさ、なんかすっげえでっかい辛い大根があって、いや、辛い大根でかくても困るんですけど、みたいな感じのね、辛い大根と、まあ、あとは小松菜、みたいな感じだったんだよね。だから、あと、金柑か。金柑と。だから、いいやと思って今日は農協でね、買い物をしなかったわけよね。んで、お皿が邪魔ですね。ね、これ寒いのかいすげえ団子になってるな。ね、今日そうだから寒かったのよね。暖かくなる予報だったけどさ、なんか意外とそうでもなくて、まあ外の方のが暖かかったのかもしれないんだけど、なんか家の中にいるといつも通り普通に寒かったんだよね。で、そのガーデニングのさ、作業をしてる時もさ、風が強かったんだよ。でさ、その風がね、普通に冷たいっていうのかな。だからなんか全然あったかくなくて、あれ寒いけど、あれ寒いんだけどと思ってね、なんかベランダでね、作業し始めちゃったけど、いや寒いなこれ、みたいな感じで、参ったぞっていう状態だったんだよね。そんな感じで、今日はまあ数時間、そのベランダ菜園の作業も、して、で、お客さんが来るんで掃除もして、みたいな、感じでしたかね。だから今日は杉友の日だったけど、杉薬局に買い物にも行かずっていう感じだったかな。で、スーパーも、行ったんだっけ行かなかった気がするんだけど、いいな、みんなびっくりしてる。たまちゃん、でっかい声で泣くからさ、みんなびっくりしてたな。かわいいね。なんでその大きい声で泣くようになっちゃったのかね、たまちゃんね。ので、行ってないと思ったけど、行ったんだっけな。今日2回スーパー行ったのかなんか行ってない気がしたんだけどな。
言ったのかな。なんかね、野菜がないなぁと思ったんだよね。で野菜食べないとなぁ、でも野菜ないなぁ、でも買い物行きたくないなぁ、みたいな感じだったかな。で、結局、うちに生えてる小株ね、小株がさ、なんか全然大きくなんないんだよ。大きくなるの待ってるのにさ、全然全くね、そのパッションフルーツが赤くなんないのと同じぐらいにさ、株も大きくならないで、もうしょうがないと思って、ちょっと大きそうな感じのやつを5個ぐらい収穫してね、それをわかめスープの中に入れて、食べたかなっていう感じだったかな。でも今日はほら、外出するつもりだったからさ、そしたら外で食べるかもしれんと思ってさ、うちで食べる用意をさ、全然しとかなかったわけよね。だからなんもね、なんもねえ、みたいなね。ただ餅があったんで、餅を食うしかねえっていうのでね、今日はひたすら餅をさ、食べたんだけど、結局、さっきやっぱりお腹が空いて、どうしよどうしようと思ったんだけど、ね。で、備蓄のアルファ米のさ、五目ご飯が今日はね、美味しそうに感じたんで、ああ、今日は五目ご飯かな、みたいなね。なんか毎日のように備蓄を開放して、何のために、何のための備蓄ですかね、そんな感じになってるね。今日は五目ご飯を食べました。よしさん、ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、数時間のベランダ作業は疲れますね。そう。やった感がある。今日はもう一仕事終えたっていう、なんだろう、達成感的なもんがあるよね。その後のね、写真アップ作業がまあめんどくさい。まあめんどくさいけど、これアップしないことには収入にならんもんね、と思ってしょうがないもんね、っていうことでね、やっておりました。たのこさん。こんばんは、ジャスティス、ありがとうございます。カニタンさん、たのこさん、こんばんは。てんたむさん、たのこさん、こんばんは。ひょんさん、大根おろしは粗くすりおろすと辛く、なるのよね。辛くなくなるのよね。あ、そうなんだ。じゃああれか、鬼おろしとかっていうのあるじゃんか。なんかおろし金っていうのかな。それのさ、粗いやつあるじゃんか。あれだと、なんだ、逆に辛くないっていうことなのか。そっか、なんか繊維が、傷つくと辛くなるんだったっけあれって。だから、切れば辛くないのかな。でも、辛味大根って書いてあるからさ、辛いんだよねと思ってさ、辛いのは困るねなんつってさ、なんか子連れの人も来てたわけよね。で、辛い大根だね。辛いのは困るねってさ、同じこと言ってたなと思ってさ、確かに辛いのは困るよね、と思ってね。っていう感じだった。で、子供はね、金柑を持ってさ、ちっちゃいみかんみたいな感じなんでさ、金柑持ってなんかいたけど、みたいな感じでお母さんがね、同じ、同じ感じだなぁ、なんていうふうにね、思ってたよ、今日はね。てんたまさん、備蓄解放習慣ね。備蓄解放習慣ですよ。毎日のようになんか、アルファ米食ってるんだけど大丈夫ですかみたいなね。なんだかんだと毎日毎日添加物取り放題ですけど、何してんだろうみたいな感じ。北海道さん、藤子さん、皆さん、ジャスティス、ポニーに乗馬そして落馬したことのある北海道さんです。あ、そうなんだ。ポニーでも、落馬。っていうか、ポニーじゃないので落馬したらやばいのか。高いね。たぬこさん、かにたんさん、こんばんは。てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、北海道さん、こんばんは。かにたんさん、北海道イコール
乗馬のイメージあります。あ、そうなんだ。北海道って乗馬なんだ。全然、北海道は雪しか、北海道は雪と乳製品のイメージしか私はなかったけど、乗馬ってそうなんだ。北海道なんだ。まあ、広い大地っていうので、そんなイメージなんだね。北海道は寒くて雪で、あれだろう、チーズだろう、みたいな。バターだろう、みたいな。そんなイメージしかなかったよ。で、なんだっけ、そのベランダで、なんだったっけ、パッションフルーツな。パッションフルーツが、まだね、グリーンカーテン片付けてなかったんだけど、今日あったかいっていう方で、まあ、出かけるつもりで出かけなかったからと思って、ベランダ作業を始めたわけよね。で、最近さ、そのプランターでね、菌を、なんだっけ、市場菌だっけ。市場菌を育てると、肥料もいらないし、水もいらないし、で、虫もつかないしっていうね、土が作れるよっていう情報があって、で、お、それいいな、虫がつかないのはいいよね。肥料あげなくていいのはいいよね、なんて思ってさ。で、ね、でっかいプランターをさ、まあ、買ったんだよね。で、本当はそれに、みょうがを植えようと思ってたんだけど、ちょうどいい具合にさ、その土を作るのにさ、いい具合な感じの状態になってたわけ。じゃあ、このグリーンカーテンの葉っぱ使ってね、その土をね、土作りをしてみようかと思ってさ、今日はその実がついてる枝以外のところをね、全部落として、で、葉っぱをね、そのプランター、土が入ってるプランター、上にね、牡蠣の貝殻の粉を、混ぜるみたいだったんだけど、牡蠣の貝殻の粉はないんだけど、ホタテの貝殻の粉ならあるからね。じゃあ、それをまぶして、やってみようと思ってさ。で、その上に、なんだ、枯れ草じゃなくて、落ち葉を、乗せて、で、その上に、適度に馴染むように、土をかけて、で、適度な湿り気が必要なんで水をかけて、で、黒いゴミ袋をかけてマルチしてね。で、菌を育てたいので、空気穴を開けて、で、日に当ててね、で、2ヶ月放置すると、その市場菌が出てくるので、で、それが出ればね、もうその完璧な土が出来上がるっていうので、それじゃあちょっと今からじゃ遅いかなと思ってさ、やるつもりはなかったんだけど、ちょうどなんとなく材料あるから。なんとなく材料あるし、まあ今2月だからね、2ヶ月放置しても、まあまだ4月なんて間に合うっちゃ間に合うかっていうのでさ、まあ本当は3月ぐらいにやりたいなと思ってたんだけどさ、まあね、夏野菜にはまあ間に合うかって、ダメなのか、ゆりたんは上に乗るのか、言ったよ。で、なんだっけ、それをやってみようと思ってさ、もう葉っぱをね、全部それの上に乗せて、でね、残ってる土かけて、水かけて、ただ黒いゴミ袋は一応さ、そうやってお湯作るように、買って用意してあったんで、あるんだけれども、それをさ、おろしてしまうのはちょっともったいない気がしたので、黒マルチはいいやと思ってね、上にザルを乗せて、ザルを乗せて終了にしたんだよね。で、今日それの土を作ってるさ、動画を出してる人の動画をやったら見てたんだよ。
まあ、それを見たおかげでやりたくなっちゃったっていうのがあるんだけどさ、そしたらね、やっぱりね、同じような感覚の人がいて、で、なんかその動画はもう6月だったんだよね。6月なんで、で、その市場金が、見当たらないんだけど、植えますみたいな感じで、私と同じ感覚の人いるな、いいぞと思ってさ、それ見てたわけよね。で、なんかトマトの苗を、育ててたんだけど、なんか水耕栽培かなんかでね、トマトの苗を作ってたんだけど、いよいよもうこれ植えてやんないと無理だから、市場金はまだ見当たらないんだけど、植えますみたいな感じで。で、その作った土に、穴開けて、で、その枯葉は、中に入ったらダメなんだって。で、下の土の部分を、潰して、で、そこに苗を入れて、育ててくれよっていうことらしいんだよね。へえと思ってさ。で、そんなのやってて、で、市場金が見当たらないなんていう動画だったんでさ、それのコメントに、なんだっけ、割り箸を何本か刺しといたら、市場金が発生しましたとかっていうコメントがあって、お、そうなのかと思って、そりゃいいぞ。そりゃ私も真似しようと思って。で、ほら、前にさ、フリーエネルギーでな、割り箸に銅線をさ、どっち回り、で、まあね、巻いて、そうするとフリーエネルギーになって肥料いらないよみたいな情報があったんで、じゃあちょっとそれやってみようと思ってさ、割り箸にね、銅線巻いて作ったことあったけどさ、まあ結局あれは意味あったのか。まあ銅線の巻き方がもしかしたらね、もっとたくさん巻かなきゃいけなかったもんなのかもしれないんだけど、まあケチったせいなのか、あんまり意味がなかったかなっていう感じなんだけどさ。で、今ほら冬場でね、何も育ってないんでさ、その割り箸がさ、余りまくってるわけよね。だから、あ、それ全部、それも再利用できるわと思ってさ、引っこ抜いてさ、そこに刺そうと思ったんだけど、結構あの割り箸さ、ちゃんと分解されてるのな、土の中でだ。知らなかったよと思って。引っこ抜こうと思ったらね、割り箸の部分なくって、銅線の部分だけで刺さってたのね、土の中にね。あ、へえと思って。こんなね、都会のマンションのベランダでさ、ちっこい、植木鉢でね、なんかいろんなもの育ててるね、もういかにも栄養も何もなさそうな土なのに、ちゃんと割り箸分解するんだなっていうのがね、あの、びっくりしましたっていう今日の話です。今日の話ですよ、みたいな感じ。北海道さん、ああ、そうなんだ。北海道さんも知らんかったです。サラブレッドのイメージがありました。カニタンさん、そうなのね。サラブレッドって北海道で育ててるんだ。北海道さん、メッセージが撤回されました。飲み物用意するのを忘れていました。ダッシュで買ってきます。固唾を飲めればいいんじゃないのかい？てったまさん、丸 F ですか？ぴよんさん、北海道のコンビニはセイコーマート？てったまさん、使った割り箸って生ゴミに出さずに埋めたら分解されるんですね。そう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 。そうなんだよね。意外とこのうちにある土って割と分解するんだなっていうのがびっくり。で、人参を植えてた土な、袋栽培してたんだけどさ、それもさ、前に、豆苗をさ、プランターに植えたわけよね。食べた後の、豆が乗っかったスポンジの部分さ。それをさ、プランターに埋めてさ、育ててみたわけよね。そしたらまあ見事に失敗したんだけど、
見事に失敗したんだけど、でも5、6個ぐらいは確かね、さやえんどう取れたんだよね。だからまあまあ、なんだろうな、ちょっと満足というか、次回はちゃんと、そのまま土に植えちゃダメなんだっていうのが分かったんで、豆のところをちゃんとね、ばらして、で、植えてみよう。今回はばらして植えてみようとは思ってるんだけどさ。まあ、そんなんがあったんでさ、その、さやえんどうの、なんだ、ゴミっていうのかな、残差っていうの、それがあったんだよね。でさ、豆は、なんか、豆科のものは、栄養が勝手に根っこの部分にできるから、肥料いらないっていう話でさ、逆に肥料があんまりないところの方がよく育つっていう話だったんで、あ、じゃあ豆だからこれ捨てたら多分もったいないよね、栄養あるんだよね、と思ってさ、その人参を植える袋の、土の中に、その残差な、さやえんどうの豆苗の残差を入れて、で、土かけて、で、その上に人参の種をさ、まいたわけよね。で、この前ほら、人参収穫したけどさ、で、その袋ね、ひっくり返したんだけども、全然何にもなかったもんね。だから、ちゃんと分解されてんだよね。で、その豆苗を植えてたさ、その下っ側の根っこの部分もさ、適当にさ、ザク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 土の中にさ、なんだ、馴染ませて、で、どうしたんだっけ、スイカ植えたんだっけ確か。確か、なんかスイカ植えたんだか、それともそれのプランターにモロヘイヤとシソ植えたんだったっけな。なんだか忘れちゃったけどさ、違うの植えたんだよね。でも全然何にもなくなってるもんね。だから分解されるんだよなと思って。で、前にさ、ティエーロっていう、生ゴミをさ、処理する、箱を作りたいなって思ったことがあったんだよね。で、その時はさ、衣装ケースが余ってたんで、で、それで作ればいいかななんてふうに思ってたんだよね。で、木が必要らしいんだよ。木が必要らしくて、木がないなと思って。だからそもそもは木箱で、なんかそのキエロっていうのをね、作るんで、で、生ゴミがさ、分解されて1週間で消えるんだったかなとかっていうやつで、で、なんか黒土が必要みたいな話だったんで、黒土はないなって思ってさ、買いに行かないとならんもんなと思ったら、なんかいろいろとうちにない材料ばっかりで、めんどくせえなってなって。で、結局やらずじまいだったんだよね。やらずじまいだったんだけどさ、あ、もしかして割り箸で市場金ができるってことは、ね、なんか難しく考えなくてさ、割り箸埋めとけよかったんかななんてね、ふと今日はそれを見てさ、思ったんだよね。大樹さん。藤子さん、皆様、こんばんは。暴走は本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、大樹さん、こんばんは。ゆりたんはまた膝の上で寝ておりますな。なんでライブの時間になると、ここで寝るんだろう。ライブやってない時はね、ここで寝ないんだよ。ライブの時だけゆりたん、ここで丸くなって寝てるな。かわいいな。はい、じゃあタロットカードタイムに行こうかね。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。今日食べた食べ物は、朝、それで収穫した株と、
わかめスープでスープ作って、で、それに餅入れて食べたじゃんか。で、夜は夜でどうしよう寒いなと思って温まりたいなと思って、やっぱり餅しかないかと思って。だからスーパー行ったんだけどさ、なんか食べたいものあったら買っちゃえばいいかっていう気になって、夕方スーパー行ったわけよね、お客さん来る前にさ、と思って。だけど、なんか、何にも食べたいものなくて、何にもないんだけど、ただ、アンパンだけは、ああ、美味しそうだなと思って、アンパンは買ってきたんだよね。結局、アンパンだけ買ってきたんだけどさ、なんか何にも結局買わなかったんだよね。でも寒くてさ、温まりたいなと思って。で、結局スープ作って、で、そこに餅入れて、で、具がないからってまたわかめ入れて、だから結局同じだよね。わかめスープに餅入れて、で、今日は夜も食べたんだよね。で、結局さっきどうしよう、お腹すいたと思ったんで、備蓄解放祭りでな、五目ご飯のアルファ米をお湯でね、戻して、うまかったな。今日もペロッと食べましたよっていう感じでしたね。カニタンさん、ゆりさん、ライブのアシスタントだね。足しびれるんでさ、足しびれるんですけど、みたいな感じよ。てんたまさん、わかめスープに餅、ちょっと美味しそうね。まあ、私はお汁粉のが嬉しいけど、お汁粉はもうね、昨日食べちゃったからできないので、しょうがないから、わかめスープだったなっていうか、なんか寒かったんだよね。なんかあったかいっていう予報だったからさ、油断してたわけよね。油断してたら意外と別に普段通り寒かったんでさ、なんだよみたいので、で、あ、どうしようと思って。いつもだったらほらもうね、明らかに寒いからさ、野菜スープ作ろうみたいなさ、なんかおじやにして食べようみたいな、そんな感じだけどさ、今日は全然そういうつもりがなかったからさ、予想に反して、あれ寒いぞ、あれ寒いぞみたいな感じでね、しょうがなく結局ね、スープ作って食べましたって感じな。北海道さん、ただいまです。お帰りです。何買ってきた？アンパン買ってきた？アンパン買ってきたかで、結局アンパン美味しそうだな。どうしようかな。食べちゃおうかな。どうしようかなって思ったんだけど、明日の朝のコーヒーのお供がないのでね、明日の朝のコーヒーのお供用にね、買ってきたんだけど、結局取っといたよっていうね、感じでございますよ。でもね、今日出かけなかったから、明日出かけないと、動画のネタがないの。動画のネタないけどさ、ただ明日撮りに行ったところでな、編集してる時間ないんだよな。だから今日撮ればまだ明日があったからね、編集できたかもしれないけどさ、今日行かなかったからさ、明日行ったところで編集する時間ないのでね、今週はまた動画の更新難しいなみたいな感じになってきたな。カニタンさん。北海道さん、どの店に行ったのですかね、結局、結局、ね、誰の質問にも答えないまんま、もう行っちゃったのかもしれないけどな。いなくなっちゃったからな。結局、どの店行ったのかわかんなかったね。はい、LINE でリアストップありがとうございます。では、大吉さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカードを今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。できますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。お、月のカードだね。不安のカードだ。
不安のカードだな、そうだな。いろんなことがありますもんね。そういえばあれか、明日はバレンタインデーだから、みんなチョコレートがもらえるかどうか、ヒヤヒヤして不安なんだ。そういうことだな。はい。ここちゃん、これ。これ、こうか。よし、だ。北海道さん。餅大好きです。フライパンで焼いた餅をめんつゆに入れて食べるのが好きです。ね、それも美味しいだろうな。ね、日本の食文化は素晴らしい。日本人に生まれてよかったよ。ね、タロットカードの月で出てくるから。ね、月のカード、逆位置だ。月、まとめて解説。基本意味。月は曖昧な状態を表すカード。カードに書かれている道は、一つ前の星で見つけた目標を実現させるための道筋を示しています。ただ、星と同時に時間帯は夜。月明かりではあらゆるものがはっきりと見えません。そのため見通しの悪さや見えない小石を心配しながら歩くことになります。空に浮かぶ月にも緊張が拭えない表情。ただ必ず朝はやってきます。また18にナンバーを持つタロットである月のカードは心配や恐れを明確にする作用もありますが、豊かさにつながるエネルギーも秘められているのです。やりました。月に書かれたシンボルの解釈、うつむき顔の月、妄想にとらわれている可能性、2つのと、未来は予測不能、月に吠える犬と狼、犬は従順、狼は本能的、危機の察知、緑の緑地と青い荒野、草地は安全、荒野は、孤立無縁、月の意味とキーワード逆位置、安定を逆になると安定になるんだね。いいカードでした。真夜中を過ぎ、だんだんと朝が近づいてきます。徐々に視界もはっきりとしてくるでしょう。やりました。月の逆位置の意味は、大変な時期を脱する時が近づいてます。やりました。また、心の安らぎが落ち着いたり、漠然とした不安が小さくなったりすることもあるでしょう。やりました。逆位置キーワード、現実が見える、安定する、調和が取れる、心が晴れる、気づきがある、運気アップ、明確になる、逆位置悩み別読み解き例、恋愛、良縁、嘘は明るみに出る、仕事、微調整、問題の原因が見える、対人、本性を見抜ける、本音で話す、決断、不安は幻想、前に進める、月を人物やキャラクターに当てはめて読み解く逆位置、冷静に状況判断できる大人、危機回避能力が高い、謎めいた人物を気取っていたが、隠していた部分が明らかになると、案外大した人物ではないとバレてしまう。深読み。池の水面に姿を現すザリガニは、ほの暗い感情や、恐怖心を表しています。タロットカードでは水は潜在意識の象徴。心の奥底に隠れていたネガティブな感情が浮き上がることもある。しかしそれを振り切ってこそ願望実現への道を進める。
まとめ、曖昧な状況や揺れる心を表すカード。逆位置ならトンネルの出口が近づいている状態を表すカードでした。月には心の奥を照らす神秘的な力が備わっています。正位置の場合は心がどんなにぐらついても自分自身としっかり向き合ってください。一方で逆位置の場合は見えた現実を踏まえて夢や目標へとさらなる歩みを続けましょう。はい、かしこまりました。そんなわけで本日のタロットカードの意味調べるの会は不安のカードだけど逆位置だったので不安が解消されるよっていう意味でございました。楽しんでいただけてたら幸いでございます。めでたし、めでたし。はい。あと12分ある。ただいまです。どの店に行ったのですか？ LINE デリアストップ。餅大好き。北海道さん、大吉さんに続いて LINE デリアストップ。北海道さん、近くのファミマに行きました。ファミマでした。チョコ配るんですか？チョコ、じゃあ欲しい人はうちに来てください。チョコ欲しい人は、うちに来てください。そしたら、じゃあ、あげます。てんたまさん、明日はクラスのあの子からチョコもらえるかな？ドキドキ。男子にとってはそういう日なのかね。2月の13日って。ぴょんさん、ゆであずき缶をスプーンで食べるの好きです。いいな。いいな、それ。すげえ、すげえ、なんか贅沢だな。なんかスイカをさ、半分に切って、真ん中をスプーンでくり抜いて食べるみたいな。なんかそんな感じ。カニタさん、うちの近所はファミマだらけ。ファミマは多いよな。そうそうそう。ファミマはそういう戦略だから、ファミマは多い。てんたまさん、今はローソンの盛りすぎチャレンジが熱い。何ローソンの盛りすぎチャレンジって。ちょっと調べないとダメじゃんか。ローソンの、ローソン、盛りすぎチャレンジ。盛りすぎチャレンジ。47都道府県ハピロー計画盛りすぎチャレンジ。これかな？お値段そのまま47%出た。出た。盛りすぎチャレンジが返ってきます。しかも今年はやばすぎ19種類。日本全国47都道府県の全ローソンが日本中を元気にしていきます。いや、不健康にしていくんだろ？全ローソンが日本中を不健康にしていく、活動だよな、これはな。はい。なんだろう、一個も欲しくない感じかな。なるほどですね。はい。了解でございます。ありがとうございます。北海道さん、ファミマって、糸中の問題どうなったんだろう？糸中の問題なんかあったのかい？北海道さんは男子ではないのです。そうなんだね。北海道さん、天玉さん、唐揚げくんやばいですよね。ゲノム編集のな。ゲノム編集の唐揚げくんな。天玉さん、盛りすぎフードは昼過ぎに行ったら全部売り切れですよ。そうなんだね。知らなかった。だから今日スーパー行ってね、なんか食べたいものがあったらいいや、買っちゃえと思って、そのつもりで行ったんだけど、なんかいざ買おうかと思ったら、なんか、と思って、やっぱり自分で作ったもの食べれた方のが、なんかいいなと思っちゃって。結局何も買えなかったけどね。
でも野菜はね、安くなってないし、みたいな感じで。で、今日は強いて言うなら、なんだろう、肉じゃがというか、なんかじゃがいもの煮たものをさ、食べたいかなって感じだったんだよね。じゃがいも今から煮る時間はちょっとないよ。お客さん来ちゃうからみたいな感じだったんでね。なんか今日は結局、餅のわかめスープになっちゃったよって感じだったな。で、そう。アルファ米の五目ご飯食べたせいでさ、やっぱり喉乾くよな。食べてるときは美味しいんだけどさ、いや、うまいな。いや、うまいなと思いながら食べるんだけどさ、食べた後すげえ喉乾くんだよね。いや、やっぱりなんだ、インスタント食品だから、喉が渇くもんなんだなって感じね。ピヨンさん、職場の近くのローソン店員が、ボビー・オロゴンみたいな人で、おもろいの、おもろいならいいじゃないか。おもろいならいいじゃないか。北海道さん、ボビー・オロゴン大好きですな。ボビー・オロゴン、あの人頭いいだろ。頭いいよな、あんなボケできるのな。すごいよな。そう、外国人がね、コンビニで働いてること、なんか多いなっていうイメージあるよね。で、それもローソンで外国人が働いてるイメージがあるかな。あとあれだな、なんだっけ、ミニストップ。ミニストップで外国人が働いてるなってイメージがあるね。私が知ってるミニストップはさ、いつも外国人しか働いてないのかなっていうぐらい外国人なんだよね。で、チョコアイスが好きなもんでさ、ベルギーチョコソフトが来るとさ、ついついなんか食べたくなって、ね、ミニストップ見つけると、そのベルギーチョコソフトがあるときはさ、入って、なんか頼んだりとかするんだけど、そうするとさ、外人さんなんだよね。で、なんかいろいろ吸ったもんだがあったりとかしつつ、で、結局出てくるみたいな感じなんだけどさ、なんか外人さんばかりだなと思って。だから注文を受けてくれるカウンターのお兄さんも外人さんだし、で、そのチョコソフトをさ、作ってくれる奥の人もなんか外人さんだし、みたいなね、そんな感じなんだよね。てんたまさん。ファミマの加藤さん、面白かったな。高松のうちらが知らない加藤さんのことかな。北海道さん、外国人がコンビニで働くってすごいと思います。尊敬します。まあ、そっか、日本人でもコンビニで働くってなんかね、いろいろやること多そうで大変そうっていうイメージあるもんな。それを外国人がね、日本語通じない外国人がやるっていうのは、まあ確かにすごいかもしれないな。北海道さん、日本語が流暢ね。北海道さん、最近、北海道のドラッグストアでは中国人が多いです。だから一時、そのアジア人系が、外国人で働いてるなっていう感じだったのが、いつの間にかその黒人さん系っていうのかな、になんかね、すり替わってるっていうか、なんか、人種が変わったなっていうふうに思ったんだけどね。カニタンさん。ローソンの盛りすぎは不健康な、具が増量でな。そうだよな。10代の人専用な気がしますよね。そうだよね。KDDI が買収かな、期待できそうです。ローソンを KDDI が買収しそうな感じなの。糸中の問題って何だったの？全然知らないんだけど、もう株やってないからさ、株やってないともうそういう情報全然わかんないんだよね。
てんたまさん、ファミマの加藤さんは名古屋ですが、知名度は全国区ですよ。あ、そうなんだ。ファミマの加藤さんっていう、有名人というか、キャラクターというか、そういうのがあるのかな。てんたまさん、カニタンさん、そうですね。ね。全然、全然ワクワクしないよって感じ。ただまあ、昔だったらね、全然そういう知識なかったからさ、ね、やったーっていう感じだったと思うんだけど、今なんかもう別に、別にいいっすみたいな、なんかそんな感じだよ。で、チョコレートな。チョコレートも最近全然なんか食べたいと思わないっていうのかな。そんな感じになっちゃったんでさ。なんかあんまり食べてないっていうの。ココアしかね、飲んでないっていうのかな。ココアもね、体にいいタイプとそうでないタイプとあって、まあ多分私が飲んでるココアは普通にスーパーで手に入るものなのでね、それだと多分体にいい製法ではないやつだとは思うんだけど、ただチョコレート、売られてる植物性油脂たっぷりのね、香料たっぷりのチョコレートに比べたら、ね、ココアパウダー飲んでる方のがマシかな、みたいなね。そんな感じで。なんか全然最近はチョコレートは食べとらんなっていう感じな。北海道さん、藤子さんにご報告。ようやく退社以降を伝えました。よかったね。で、受理されない的な。受理されたのか。まだあれか、受理されるとかされないとか、そういうことではないのかな。俺やめたいって言っただけっていう感じかな。てったまさん、北海道さん、ついにようこそ。ようこそフリーランスの世界へっていう感じで、あとは、そっか。ってことは、世間的には今、あれか、確定申告の時期になるのか。今って確定申告どうなってんの？去年はまだ紙のもう OK だったの？去年からもう紙はもうダメだったんだっけ？なんかわかんないよね。もう確定申告できないよって思いますっていうね、感じ。だから確定申告しなくていい、収入でぼちぼちね、生きていこうと思っておりますよ。なわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることです。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい、ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。